通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ディズニーカンパニーからの話題になります。今回このディズニーがレイオフを行っているということで、なんとこの規模が2024年以来最大規模になると、このように報じられているようです。で、さらにはですね、この原因になったのではないかと言われているある作品がありまして、ここにも大きな注目が集まっているようですね。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、何かが見えておりますが、今回ですね、ディズニーが、これたびたび行うんですけどね、今回はかなり大規模と言われています。レイオフを実施しました。これにより、ピクサーもろもろね、かなりの大打撃を受ける部門もあるということで、ちょっとこのあたり詳しく見ていきたいと思います。ピクサーがディズニースタジオ部門のレイオフで、ブラントを受ける。ディズニー。数百人規模の従業員を削減。ということで早速ですが、こちらですね。ブラントとあります。こちらが本日のキーワードになります。ブラント。何か不快なことの主な影響。ということでこちらのね、ブラントというのは衝撃、打撃という意味になります。で、このね、ブラントというのは、このワードを単体で使うことはほとんどありません。そこで出てくるのが、今回のこちらのバラエティの見出し、Bears Bundle。このね、bears っていうのは、受けるという意味ですね。クマさんのベアじゃないですよ。これつい先日も出ましたが、同音異義語というもので、綴りと発音が同じですが別の意味です。受けるとか耐える。こういった意味になります。つまり、何々の衝撃を受ける。これが全部セットで一つの言い回しとして使われます。ニュースでもよく出てきますね。もともとね、このブラントというのは、昔ね、その戦場で相手の攻撃を真っ先に受ける部分。あそこを指していた言葉だったんですね。なので、これが激しい衝撃とか大きな打撃。このようにして使われています。あと、矢面とかね。で、このイメージを覚えておくと、この意味というのも思い出しやすいんじゃないかなと思います。ということで、こちらは、ピクサーがディズニースタジオ部門のレイオフで最大の打撃を受ける。ディズニー。数百人規模の従業員を削減。ピクサーアニメーションスタジオは夏の大ヒット作トイストーリー5の成功で勢いに乗っていたにもかかわらず、火曜日にディズニー全社で実施されたレイオフでとりわけ大きな打撃を受けた。ディズニーの広報担当者はこのメディア大手が数百人規模のレイオフを実施していることを認めた。対象には NFL ネットワークとの統合に関連する人員を含む ESPN、ディズニーエンターテインメントテレビジョン、そしてディズニーの映画スタジオ部門が含まれる。スタジオ部門では削減の大半がピクサーで行われ、テレビ部門では大半がナショナルジオグラフィックで実施される。ということで、今回ですね、ここでは何が起こっているかと言いますと、今回ね、ディズニーでレイオフが実施されましたと。レイオフというのはつまり解雇です。クビになってしまったというんですね。で、ディズニーに関しては、これディズニーだけでもないんですけどね、レイオフというのはたびたび実施されますので、これ自体はそこまで珍しいことではありません。なんですが、今回はですね、これがかなり大規模なものとなっているようで、その中でもディズニー傘下にありますピクサーとナショナルジオグラフィック、ここが大打撃を受けるようだと、このように報じられているんですね。で、先ほど出ていましたこちらにも見えておりますが、トイストーリー5ですね。これがですね、皆さんのね、記憶にも新しいと思いますが、大ヒットしておりますので、このニュースかなりみんながね、意外に思っているというような状況です。じゃあちょっとね、実際トイストーリー5、これ単体では取り上げていないので、改めて見ていきましょうね。まず評価ですが、オールクリティクス 92%、トップ 85%、ベリファイドオーディエンス 95%、オールオーディエンス 92% ということで、トップクリティクスがね、若干落ちますが、それにしてもかなり高い水準を維持していると言っていいんじゃないでしょうか。そしてこちら興行収入ですね。ドメスティック国内が4億3000万ドル、インターナショナル海外が5億2000万ドル、その合計が9億6200万ドルということで、これね、バジェットが2億5000万ドルなので、ブレイクイーブンを7億5000万ドルと仮定しても、十分この時点で利益が出ていると言っていいんじゃないでしょうか。ちなみにこれ6月19日に公開ですので、こちらね、公開から1ヶ月以上経ってるんですが、現状でもね、ミニオンズの下にいますね。4位ということで、すごいですね。これね、公開から33日経過いたしまして、現在もですね、見てくださいこれ。劇場数3400巻で公開していると。これがディズニーの強みですよね。ということで、まだまだね、ここから伸びる余地があると。ちなみにプクタね、トイストーリー5、前浜まで行ってね、見ましたよ。やっぱりこれはね、本拠地で見なきゃいけないでしょ。トイストーリー用にね、デコレーションされたスクリーンは吹き替えだったので、ちょっとそこはいけませんでしたけどね、字幕で見ました。プクタ5ね、すごく好きでしたよ。ただ、プクタね、トイストーリー4も大好きなんで、なんかほら、日本だと、トイストーリー4面白いって言っちゃいけないみたいな空気があるでしょ。酷評しなきゃいけないみたいな。なのでね、
大変肩身の狭い思いをしておりますが、僕はトイストーリー4も大好きなんで、もちろん5も楽しめましたね。でもなんかここまで続くと、もはやこのトイストーリー全体のテーマとして、その永久の命を持つ者が永遠に繰り返さないといけない最愛の人との別れみたいな、そのヴァンパイアものに通じるような、そんな話になってきてるなと感じていて、プクタホラー好きでしょ。ますます今後ね、よりプクタ好みの話になっていくんじゃないかと期待しています。このトイストーリーはね、ほんと永久に続けてほしいですね。で、トイストーリー5がここまでヒットしてるにもかかわらず、今回なんとですね、このピクサーが大規模なレイオフの主要なターゲットになってしまっていると。じゃあなんでなのという話ですね。ディズニーは4月にも約1000人を削減している。当時、新たに就任したディズニーの CEO、ジョシュ・ダマロは、従業員向けのメモで次のように述べている。ここ数ヶ月、私たちはディズニーのファンが高く評価し、期待している世界最高水準の創造性とイノベーションを提供し続けるため、会社の様々な部門で業務を効率化する方法を検討してきました。業界の変化が非常に早い現在、将来のニーズに応えるためには、より機動的で、テクノロジーを活用できる組織づくりを実現する方法を継続的に見直していく必要があります。ということで、つまり、今回のレイオフもね、ここに引き続くレイオフだと見られているというわけですね。で、このピクサーに関してはね、映画部門のレイオフになるんですが、もう一つ、テレビ部門というのが出てきましたね。これが、ナショナルジオグラフィックです。で、このナショナルジオグラフィックに関してはですね、なんと、このチャンネルね、開設間もない頃ですね。こちらです。懐かしい本当にね、最初期の動画です。これね、ナショナルジオグラフィックのレイオフの件、伝えているんですね。ここね、見ていきますと、このチャンネルにもね、ついに3年前の表記が出てきました。このチャンネル3周年なんでね、77件コメントいただいておりまして、ここね、ちょっとざっと見ても、今もね、見かける方いらっしゃるんで、ほんとね、皆さんありがとうございます。ここではね、何をお伝えしていたかと言いますと、こちらなんですね。当然この記事もね、3年前の記事となっておりますが、このナショナルジオグラフィックというのはですね、非常にお目覚めになっているということで知られておりまして、ちょっとね、今 YouTube 的に非常にセンシティブな時期で、画面をお見せしませんが、ナショナルジオグラフィックって、トランスジェンダーの子供、あれをね、強く押し出していたでしょ。ジェンダー革命といってね、これを大々的にやったわけですよ。で、その後ですね、こちらにもあるんですけども、これね、デブラ・アダムス・シモンズ、DI 部門のバイスプレジデントでした。この人を解雇してるんですね、この時。ただ DI 部門自体はですね、別の部署にまだね、存続しているということで、完全に消滅したわけではないようですね。で、この時ね、こちらもご紹介していると思いますが、これね、2021年のポストです。この時のナショナルジオグラフィックの編集長ですね。彼女のプロフィールというのを、この方がね、紹介してるわけですよ。ここにはね、何が書いてあるのか、ちょっとね、見てみましょうか。はい。ここにね、レースカードというのが書いてあるんですよ。つまり自分の人種ですね。そして当然この方ね、白人。そしてここすごいでしょ。特権階級。そして学ぶことが多いということで、もう本当にね、絵に描いたような、これ5年前ですよ。絵に描いたような白人リベラル女性。そして、こういった迎合はね、ブラウニーポイントと言いますが、自分を卑下することで、しかも自分自身じゃないですよ。白人女性であるということを卑下することで、このリベラル界隈に迎合していくというね、このブラウニーポイント全開のプロフィールを掲げていると。ナショナルジオグラフィックというのは中身がね、こういう風になってしまっていたんですね。これ以降ね、何度も再編というのを繰り返しているんですが、今回またその筆頭として名前が上がっていると。こういうことなんですね。これまだやってるんですよ。なので、先ほどのポストからすでに5年経ちまして、このチャンネルでこの件をお伝えしてから3年経ちますが、現在もこのナショジオ、その足元がぐらついているというのが、ここからもお分かりになるんじゃないかなと思います。で、こちらね、ザラップになりますが、先ほどのバラエティよりもね、さらに一歩踏み込みまして、関係者の話というのを掲載しているんですね。で、まずこちらね、今回のレイオフというのは、2024年以来最大規模になると。で、ここではね、テレビ部門では、ナショナルジオグラフィックが最大規模の打撃を受けると。ここまでは先ほどと同じですね。で、この下にね、あるんですが、まずここではね、スタジオ初の長編オリジナルアニメシリーズ、Win or Lose。これが2025年に放送を終えて、ディズニープラス向けに開発されていた2本のオリジナルシリーズが中止になってしまったと。で、Win or Loseに関しましてはね、以前、こちらの動画で見ておりますので、これもね、本当に色々ありました。ぜひご覧になってください。ディズニープラス向けのオリジナルシリーズが中止になっているんですね。そしてここですよ。事情に詳しい関係者がザラップに語ったところによると、今回のレイオフの少なくとも一部は、今年公開されたピクサーのオリジナル映画、ホッパーズの期待を下回る業績が原因と見られている。このホッパーズというのは、私がビーバーになる時です。ダニエル・チョン監督による本作は、評価と観客の双方から高い評価を受け、制作費1億5000万ドルに対し、世界興行収入3億8950万ドルを記録。しかし、ハリウッドでの一般的な採算基準で見ると、ホッパーズはブレイクイーブン、
損益分岐点にわずかに届かなかったとされる。ということで、このザ・ラップ、内部事情をよく知る関係者に話を聞いたということで、どうやらですね、今回のレイオフの一要因としてね、こちらです。私がビーバーになる時の失敗があると、このように伝えているんですよ。こちらがね、そのホッパーズ、私がビーバーになる時ですね。オールクリティクス 94%、トップ 94%、ベリファイドオーディエンス 93%、オールオーディエンス 89% ということで、全体としてね、非常に評価が高い。ちなみにね、プクタこれ見ましたけど、プクタ個人的にはね、全然ハマりませんでしたね。なんですが、世間一般的には非常に評価が高いということなんですね。そしてこちら、興行収入ですが、ドメスティック、国内が1億6000万ドル、海外が2億2000万ドル、その合計ですね、ワールドワイドは3億8900万ドルということで、これね、制作費先ほどもありましたが、1億5000万ドル、つまりこの時点で制作費に対して約 2.6 倍稼いでるんですね。だから先ほどのその関係者の話というのが本当なのであれば、今後ね、このピクサーのボックスオフィスのデータを見るときにすごく参考になるかもしれませんね。制作費に対して 2.6 倍を稼いでも損益分岐点に達していないと言ってるんです。だからやっぱり基本的にね、今のこういった大きなスタジオから出る映画というのは3倍稼がないとダメなんでしょうね。莫大な広告費かけるんで。こちらおなじみディスサッシングフィルム、これを伝えています。ディズニーは全社で数百人規模の人員削減を実施している。スタジオ部門で行われるレイオフの大半はピクサーで実施される。ディズニーのクリエイティブ面での評判をずっと支えてきたピクサーを標的にするなんて本当に悲劇だ。ここね、おそらく多くの人が思ってそうですが、実写リメイク部門をレイオフにしろ。ね、現在ですね、実写版モアナ。またこれ改めてね、動画にするんじゃないかなと思いますが、えらいことになってますね。ピクサーは同じ年に、そこそこ成功したオリジナル映画と大ヒットした続編を公開したのに、誰も望んでいなかった高額な実写リメイクを作った間抜けな親会社のせいで、大規模な人員削減を食らっている。ね、だからみんなこのイメージってことですね。ピクサー頑張ってんじゃねえかよと。やらかしてるのは本体のディズニーだろう。こういうことですね。この下もそうですね。つまりディズニーに何十億ドルもの利益をもたらしてきた人たちが真っ先にそのツケを払わされているということか。ディズニーはひどい実写リメイクに次々とゴーサインを出してきた連中を解雇すべきだった。モアナなんて公開からまだ10年も経っておらず、実写化する必要なんてなかったんだ。ということでも、こちらもそうなんですけどね。むしろピクサーこそディズニーに利益をもたらしている最大の貢献者だろうと。このコメントのほとんどが同じことを言っていると。こういった状態になってしまっているようですね。はい、ということで本日はですね、今回新たにディズニーが大規模なレイオフをしているということで、最大の標的になっているのがピクサーとナショナルジオグラフィックになっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。ナショナルジオグラフィックに関してはね、なんとなくわかるかなっていう気もするんですが、ピクサーに関しては確かにね、気の毒だなっていう気してしまいますよね。だってこのね、私がビーバーになるときだって、確かにね、損益分岐点には届いてないのかもしれない。ただ、大赤字は出してないでしょ、多分。で、その一方でディズニーの本体は、白雪姫とかね、モアナとか、実写版でやらかしまくってるわけじゃないですか。これはね、ディズニーの失敗のツケをピクサーが払わされてると言われても、仕方がないような気はしますよね。じゃあ今度改めてね、実写版モアナ、どれだけ悲惨なことになっているのか見ましょうかね。ぜひこれにつきましては、皆さんのご意見も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。